皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、ヒーラーの花と申します。今日もよろしくお願いいたします。温かいコメント、チャンネル登録、グッドボタンで応援してくださり、とても励みになっております。ありがとうございます。今日のリーディングは、この出会いは運命ですかということで、今日も皆さんがご自身の愛に気づいて笑顔が増えていくようなリーディングとなればなと思います。それでは始めていきます。今日もこちらの最近多いんですが、ドリームユアジョイというこちらのカードでリーディングしていきたいと思います。まず、カードを並べて皆さんのエネルギーを読んで選択肢3枚選んでいきたいと思います。それではまずいきますね。ちょっとチャラララララ、お、いい感じに広がりました。はい、それではカードと意識と空間を浄化していきます。はい、では今日も高次元からメッセージをもらっていきたいと思います。皆さんのエネルギーを読んでいきますので、送っていただけたら嬉しいです。はい、では広げていって、まず今日はラビットさんで、ホワイトラビットさん、グレーラビットさん、ブラウンラビットさんです。はい、選んでいきます。いきます。はい、ホワイトラビットさん、はい、グレーラビットさん、はい、これ、はい、ブラウンラビットさん、こちらの3枚でリーディングしていきたいと思います。はい、ではホワイトラビットさん、グレーラビットさん、ブラウンラビットさん、はい、カードからか、うさぎちゃんから直感で1枚選んでいただくか、選べないよという方は2個見てもいいですし、全部見ていただいて必要なメッセージをお受け取りいただいてもよろしいかなと思います。はい、それではオープンしていきます。タラララン、タン、はい、オープン。ホワイトラビットさんでございます。はい、オープン。グレーラビットさんでございます。今日はいつもと違う感じで出てきて嬉しい。可愛いですね。はい、お、これは見たことありますね。選択肢にも出てきたことあります。はい、こちらの3枚でリーディングしていきたいと思います。はい、それでは準備していきます。はい、それではホワイトラビットさんを選んでくださった方のリーディングからしていきたいと思います。この出会いは運命ですかということで、まずはあなた様の特徴から見ていきたいと思います。いつものようにこちらの大天使オラクルカードで見ていきますね。今日は雨風が強くてボンボン音が鳴っております。聞こえていたら申し訳ありません。はい、それでは読んでいきます。なんか食生活にね割と気をつけていたりとか、運動されてたりとか、
自分を整えるというかね、体の調子を整えてる方が多いかなと思いますね。結構こうなんでしょう、ベジタリアンまでいかなくても何かそういったものに興味があるというかね、何でしたっけ、ファスティングとかなんかそういう風に入ってきますね。そういうのに興味があるという方とかもやってらっしゃる方とかねいるのかな。生活にそういうヘルシーなものを取り入れてる感じが入ってきますね。結構なんか書くのが好きっていうかね、事務的なお仕事だったりとか、何か書いてる様子がありますね。なので、ブログ書いたりもそうですけど、結構こう何か発信されてたりとかね、もしくは発信とかしていってみたいとかね、そういうふうに思ってる方がいらっしゃるのかな。ブログだけじゃなくて本とかね、なんか書籍までいかなくても、今でしたらノートとかあるんですかね。なんか結構こう自分のやっていきたいことっていうのが明確になってきたなっていう感じが入ってきています。自分の行く方向性っていうのが結構定まってきている方、ここからなんか定まりそうみたいな、どうしたらいいのか、そうですね、感覚が結構ねふわっとしてるお方なので、こう目標を定めてガーって突き進んでる感じは周りの方にはね見せてないというか見えないと思うんですけれども、こう明確に今そういうふわっとした感じがある中で、実は心の中では目指すものがきちんとあって、進んでいっている、一歩一歩進んでいるかなっていう感じがしますね。進んでいかれる方っていう感じですね。ではお相手様見てもらいますね。お相手様ね、こうハートのとても温かい方なんですが、結構こうグレーな部分っていうかね、二面性というか、外に見せてる顔と自分だけなんかこう自分の内に閉じこもってる部分っていうのが結構明確に分かれているというかね、なかなか自分のその表面的な部分を見せれない方が多いのかなっていうふうに入ってきますね。お好きな方にはね、本当はグイグイ行きたいけれども、そのグレーな部分っていうかがね邪魔しているっていう感じでもうすでに入ってきていて、容姿端麗、割とこうスラッとしたりとか表になるような雰囲気をお持ちなんだけれども、なんかそのグレーが引っかかってうまくいっていないというか、お仕事に関してはねかなりこうグイグイいけるタイプ、リーダーシップを取っていけるタイプなんですが、恋愛に関してはどうもっていう方が多いのかなっていうふうに入ってきますね。結構ねお洋服もねスマートというか、好印象なお洋服の着こなしができるセンスのいい方っていうふうに入ってきますね。はい、ではここから、ではまずはあなた様とあの人がお相手様が巡り合った理由ということで見ていきますね。今日は何で教えてくれますか？巡り合った理由ですよ。すごいですね。巡り合った理由。それでは巡り合った理由は亡くなった方とかからねもらうメッセージカードで見ていこうかな。こちら2枚ください。巡り合った理由、ソウルメイトだからですよね。
そうつながっている感じがもう入ってきていて、このカードももう選択肢のこのカードなんですけれども、聖なる水とかね、こう聖域、こう宇宙での生活の時からのこうお付き合いという感じでね、宇宙的な感じが入ってくるんですよね。ちょっとスピリチュアルすぎてすいません。そう過去世からやっぱり一緒にいるっていうのがこのカードからも伝わってきてですね、転生をね何度か一緒にされてるんだなっていうのが入ってきますね。その生活の中での、お互いに水を分け合った仲というかね、そういう感じで入ってくるんですよね。ですので今回の出会いっていうかね、巡り合った理由っていうのも、ソウルメイトでもう空にいる時に、2人でこのぐらいの時期に会おうと決めてきているんですね。かなりお互い、お相手様もちょっとグレーな部分っていうかね、表面的に見せれない部分とかそういうのもある中で、自分たちがかなりもがいて、この人生を自分らしくあるために、もがいてきた、方が多いのかなと。年齢は様々かもしれないんですけれども、40代の方が多い、40代以降の方が多いのかなっていうか、結構上り詰めてきたっていうかね、かなりお若い方でもね、かなり苦しい時期を乗り越えて上り詰めてきたというかね、いろんなことがあったなっていう方がご覧になっているのかなと思います。ただこの出会いっていうのは、その登った先にある出会い、登ったからこそいろんなことを乗り越えたからこそ、ここから、こういう人生がいいなという新たなね、自分の願いが願望として放たれたりとかして、その先に出会っている、ですのでこの出会いから人生が変わっていくという方も多いのかなという出会いですね、これは。ですので、お二人自身もね、ここからね、ここで何でしょう、魂の学び合いを始めているところだと思いますので、この感じですと。ですのでここからちょっと見ていきますね。そうお二人のじゃあ現状をちょっと見て、現状ね、出会いっていうのはそういう出会いではあるけれど、現状は元気がいい。2枚取りますね。なんかちょっと苦しい感じっていうかね、方向性を見失ったとかね、そういう風に入ってくるんですよね。そう、一時はねお付き合いする、ご結婚されるとか、そういう自分たちの望む形までたどり着いた方たちもですね、ちょっと急ぎすぎたじゃないですけども、まだ魂のね学びが必要だったというふうに入ってきていて、ですので、一旦お付き合いとかご結婚の約束されてまた離れてという方も多いのかもしれないですね。方向性、自分たちのね、魂が望むその自分らしい生き方でのお仕事だったりとか生活っていうのを、まだ見つけれてない状態でお二人が一緒にいれないということなんですね。そのように伝えてきてくれていて、お相手様の状態もかなりあなた様にどちらかがお相手様にちょっとネガティブなね何かことがあった、どちらかがしてしまったのか、そのことでなんかごめんなさいみたいな、なんでこんなことしちゃったんだろうみたいな感じのニュアンス感覚は入ってくるんですけれども、もちろんね、その現実的に何かされたっていうのはすごく悲しかったと思うんですけれども、やはり2人過去世からね一緒に決めてきているので、かなり魂の学びが終わった後での出会いとかね、さらに学ぶんですけども、学びは続くんですけども、その中で出会っていて、まだもうちょっとねそのお互いの
いくつか先にはちょっと遠いところにいたというかね、もう少し学びが必要だったというふうに入ってきてますね。現状ですので、一緒にね近くにおられない方もいるんだなっていうのは入ってきます。じゃあここからね、そうなんかもうね、ここでもうなんかこの関係性が安定したなと思ったところで何か起こったっていうふうに入ってきているので、そしたら現状からちょっと深掘りして、初めて会った時の気持ちから深掘っていこうかな。そうね、どんな運命ですもんね。なんか初めてじゃあ会った時の気持ちをこちらの方から2枚。初めて会った時、もうすでに自分たちは何かを手放さなければいい関係になれないと感じていますね。こちら無意識下で起こっていることだと思うんですけれども、お二人の出会いというのは、自分たちがより自分らしくナチュラルな自分で恋愛をしていくために、自分がね手放すものっていうのが結構あるよと思わされることがあったんじゃないですかね。もう出会った瞬間に、かなりこう舞い上がったんだけれども、その後に恐れがかなり襲ってきたっていう風に入ってくるので、こう幸せになる恐れなんですよね。今までの経験もそうですし、過去世からの一緒になれなかったという経験だったりとかも引き続いていますし、すごくこう恐れている感じ、一旦はすごく舞い上がったんですよ。でかなりこう急激にお好きになるというかね、こう発展、お二人の状態がこう密になったというか密接になったと思うんですけれども、そこからかなり、恐れのこう渦みたいなのがやってきて、これはお相手様だと思います。グレーってね最初からこう入ってきているので、かなりこう自分のね本当にこの人を愛していっていいのかとかね、かなり好きになってしまったけれどもまた失敗するんじゃないかみたいな恐れですねが伝わってきますね。ですので初めて会った時のその舞い上がり方っていうかね、踊るぐらい好きっていうかね、かなりこんな人と出会えたみたいな感覚は降りてきていって、より自然にこの人といたいなという気持ちはあったというふうに入ってきますね。じゃあ2人が出会ったことであの方が変われたことということで、今日もスフィーオラクルから2枚もらっていきますね。2人が出会ったことであの方が変わられたこと。何かね道をこう自分でやっていきたい、こう新たな仕事とかね、方向性、仕事のこと方向性とか、少しこう悩んでいたことがあったけれども、あなたのためにというかね、こう認められたいとかそういう思いも入ってきていて、なんとか自分でねこう良い方向にお仕事とかですね進んでいきたいっていう思いが強くなったっていうふうに伝えてきてくれてますね。そうですね、あなたと出会った時にもうすでにあなたこそがこの人生のギフトだと思ったと、それだけにかなりこう恐れが強かっただそうです。結構同じ感じなんですよね。恐れが結構強いと入ってきましたもんね。これもこうでしたっけ、ごめんなさい間違ってたら。
なんかこう入ってきた感じもするけれど、ごめんなさい。はい、それで結構ね、なんかそうあなたこそがギフト、なので一番が、あまりにもこう何ですか、あまりにもあなた様がタイプすぎてというかね、ドンピシャすぎて、ドンピシャ、はいドンピシャすぎて、本当にこの人とね付き合っていくのみたいな、付き合っていけるのみたいなぐらい舞い上がっている、そのギフトに人生のギフトと感じたんだけれども、そうなのでギフトと感じたので、自分はもっともっとあなたにいい生活とかね、いい暮らしをしていくために何かしないとというようなね、今まで会社員だった方が起業されて夢を目指してみたりとか、しているという、そう会社にいてもね、もっと上を目指すような、今まではこのぐらいでいいと思っていたところからもっとこう幅を広げていきたいと思い始めたっていう風に入ってきますね。素敵。本当にね、なんかつながってるんですよね。一緒にいた、過去世で一緒に隣にいた感じとかね入ってくるので、でもあなた様への欲求、今日は何で教えてくれますか？今日タロットで3枚いきますね。お正禅タロット。はい。取りますか？取ろっか。3枚取りますね。3枚出てきたの。どうしよう。ここから取りながらで。はい。ちょっと今日も多くて申し訳ありません。結構ね見ながらお話ししたかったりする時があるので、出しておきながらいきますね。はい。タロット。そっか。欲求。あなた様がすごすぎるんですよね。結構こうあなた様がこのお正禅タロットの中で一番強いカードなんですけれども、あなた様が次のステージに行くための、お手伝いもしてるんですよね、このお相手様。ですので結構ね、お二人で入れなくてまだお互いのやるべき役割があるみたいなこととか入ってきていて、ですのでお仕事もね、お相手様も何かお役目とか目指すところがある中で、何かねもう次のステージに行くために、お互い今頑張っている最中という感じですね。このカード無のカードなんですよね。動けないけど、これ逆位置なのでここから動いていきたい、そして以前のようにね、とても楽しかった花のある幸せというかね、もう大好きすぎてね、お相手様がもう大好きな彼女パートナー、彼ここからは、見返りを気にしないで喜びを広げていきたいっていうふうにね、お相手様が思っているんですよね。
うん、お相手様自身もね、自分を愛するというところにも目を向けられるようになってくると、なんか今までねちょっと閉じこもっていったけれども、その自分のね自信のなさだったりがあって、グレーな部分っていうのをね前面にこう出してしまっていた自分、その籠からもう出ていく準備が始まっていると、ですのであなた様にもへの欲求っていうのはここから見返りを、求めないほどに、期待しないほどにあなた様をここから愛していくので、それを受け取ってほしいっていう、あなたがマスター、あなた様が望む未来が来るっていうふうに伝えてきてくれてるんですね。わあ、すごい。そうなので今までね動けなかったんだそうです。自分っていうその存在がすごくこうちっぽけに見えたりとかね、苦しくて、あなた様も苦しかったと思うんです。結構もがいた関係というかね、なんて言うんでしょう、魂の学び合い的なこのカードがね巡り合った理由に出てきていて、結構ね本当にツインさんだったりとかしてこれでもかというふうに自分に向き合わされていたという方も多かったんじゃないかなと思います。もしまだそこまでいていない方とかであれば、一旦そういうちょっとね自分に向き合わされるようなことが起こってくるかもしれないです。ただそれはね、あなた様が表面だけ見たらねなんでこんなことされるんだろうとか辛いなとか感じるかもしれないんですけれども、実はあなた様がねお相手様がこの何も見返りを期待することなくあなたを喜ばせていくような恋愛になるために、持っていくために、幸せになるために、豊かになるために、実はこの出来事って起こっているというふうに伝えてきてくれてるんですね。そうなんか本当に結構小禅タロット分かりやすく出して、無の状態が変わっていくとかね、閉じこもっていったお相手様が出てくる、鍵を開けて出てきてくれるというふうに伝えてきてくれています。じゃあね、もちろんねなんかあなた様とねここから交際していきたいと思うんですけれどもね、それをちょっとずつ聞いていこうかな。じゃあどんな交際とかしていきたいですか？あなたとしたいことなんですか？なんかお互い自立した関係で、交際していきたい、ただその根底にある魂の結びつきとか絆っていうのはもうかなり強いんですね。目に見えていない方でもね。そうですので、それを基盤としたというかね、今まではちょっと不安定なお付き合いだったかもしれないんですけれども、それを基盤とした、流れを作っていきたい、作っていくような、恋愛となるということですね。じゃあ何をしたいのか、こちらでラブ一緒にねなかなか入れなかった方とかね、その今まで一緒に入れなかった時間を埋めるような出会い、付き合いをしたいと、多くの時間を共にしたいっていう風に入ってきますね。交際もしたいって、もう一問もらおうか。とにかくね、
お相手様も頑張っていらっしゃって、かなり豊かさを持ってあなた様に自信をつけて帰ってくるというかね、再会されるみたいです。ですのでその豊かさをもとにですね、ありとあらゆる時間をあなた様に費やしていきたいというふうに入ってきますね。かっこよくなって帰ってくるんですね。すごい。じゃあ2人の関係が近づく行動ね、見ていきますね。やっぱ過去世からだよね。そう、なんか、このお方もね、お相手様もこの出会いっていうのはもう過去世からっていうかね、もう何か今までの恋愛と違いすぎて、壮大なストーリーというかねを持っているんだなというふうに感じてらっしゃるそうです。ですのでこう近づく行動、あえて何かこう取り繕うんではなくて、ありのままというところで入ってきますね。とにかくあなた様自身があなた様を優先することで、お相手様にも愛情が届くということです。ですので本当にありのままあなた様があなた様の心を愛してあげれば愛してあげるほど、お相手様からの愛もねたくさんお相手様もたくさん愛情を注いでくれて、くれる恋愛となっていく、そんな風に入ってきますね。では逆に離してしまう行動ね、お相手様を。もう一枚ください。離してしまう行動。お相手様をねコントロールしようとしたりとかして焦らせるっていう行動が離してしまうんだそうです。ですので、自分はね自分を本当に自分ファーストです。自分ファーストにして、自分が望むこと、自分の魂と、昨日ハイヤーセルフのリーディングしたんですけども、その自分が気分がいい時っていうのはそのハイヤーセルフ、もう一人の宇宙視点の自分というかね、内なる声とか源とか言いますけど、宇宙とつながっている自分と、魂を持って生まれているこの肉体を持った自分の感情が一致した時が気分いいんですよね。その一致している時に、行動を起こしたりとか、一致している状態に常に自分をね持っていけるようにというかね、心地いい状態、無理しないってことですね。お相手様に合わせようとしたりとか、しない、こう引き止め、なんて言うんだろう、こうしないと嫌われるんじゃないかって思って例えば引き止めたりとか焦ったりとかした感情で、何か行動を起こすと、その感情っていうのは、これは量子力学とかね、そういう科学じゃないですけど、量子力学の世界でもこうもう分かっていることなんですけど、そういうふうにすればするほどそっちの感情が届くっていうかね、その焦ってるよ私みたいな、早くしてよみたいな、愛してるっていう感情よりもそっちの方こう感情が届いてしまうので、本当に自分ファーストで自分の心地いい、気分がいい、安心するっていう、この行動をしてる自分好きっていうかね、その状態の時に、を保つというか、その状態で過ごしていただくっていうのがすごく、このお方との恋愛スムーズになると伝えてきてくれていますね。じゃあお相手様ね、動いてきてくれるんですかというね、動いてきてくれるんですか。どれで見ますか。動いてきてくれるんですか、動いてきてくれますかで、こちらのエンジェル、それではお相手様動いてきてくれるんですかということで、こちらのエンジェルのカードちゃんから回っていきますね。お相手様まだ動いてこないんですって。じゃあ自分から動きますか。成功するんですって。そっか。
成功しますだったと思うんですけど、ちょっと読ませていただいてもいいですかね。成功しますですよね。そう、成功するんですよね。自分から行くような状況ってありますかね。動いてこない。なんで動いてきてくれないか聞こう。なんで動いてこれませんか。かっこつけたいってはきましたけどかっこつけたいし好きすぎるんですよね、お相手様。実はすごい好きなんですよ。そうで、あなた様から行くと多分飛びついてってめっちゃ言葉悪いんですかね。飛びつきそうな感じはありますよね。そう、あなた様自身がね、今どの状況でご覧になってるか、どのような精神状態というかね、メンタルでこう状況で今見てるのかにもよるんですけれども、あなた様自身があなたファーストで生きてこられて、何かね、自分の心が本当にパッと今ならいけるんじゃないかというような時期に入った時に、自分からご連絡するのがいいかなと思います。すごくね、ここからお相手様はかなり今までできなかったことをしてくれるようなねカードがたくさん出ているんですよね。ですので、本当にね、お金も時間も費やしてくれるって言ってらっしゃいますしね。そう、この3枚がねそのように伝えてくれていて、そして成功すると伝えてきてくれています。そういうこともあってか、あなた様自身がね今どの状態にいらっしゃるかわからないですけど、本当に自分自身のこともあなた様が信じられているかどうかっていうのも大事っていうふうに今メッセージが来ていて、そうずっとねあなたファーストで自分のね女性性とか大事にしていく中で、すいません、途切れました。自分ファーストをしていく中で、直感とかね降りてきた時に今なら、自分のことも信じられるし相手のことも信じられるというようなね、自己統合みたいなのが起こってくるんですね。その自分の女性性と男性性とかね整っていく感じ、そこまでいかなくてもとても気分がいいというかね、自分生きてるだけでめちゃめちゃ幸せじゃないかみたいな、今まで何をそのネガティブなところにフォーカスを当ててたんだみたいなところになるそうです。その時に自分から動いていって大丈夫ですよと、お相手様はかなり好きでたまらなくてですね、かっこつけたい気持ちもねお相手様が悪いことっていうか何かしてしまったんですかね。そう原因があったんですかね、離れるね。もしかそうだったとすれば、特に自分からはいけないよと思っているところがある。自分としてはねお相手様から来てほしいかもしれないんですけども、結構そこがあなた様があなた様を信じられた時に動きが出ていくよっていうふうに来ているので、少しねじゃあどうしたらいいのかな、何していこう、宇宙からもう一枚もらっていこうかな。グランディング、グランディング読んでいきますね。今までねあなた様は外側にエネルギーを向けてたんですね。それを今内側にエネルギーを向けて、花開いた人生を送っていくというところにいらっしゃるっていうふうに入ってくるんですよね。ですのでグランディング、イメージで言うと、座禅を組む瞑想するスタイルみたいなのがあると思うんですけども、椅子に普通に座っててもいいんですけども、地球から
エネルギーをもらって宇宙とつながるようなイメージを持った瞑想を心がけるといいですよというふうに、そこまでしなくても本当に瞑想って大掛かりな感じに聞こえる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ただただ本当に思考を止める、常日頃ねお相手様のことを考えていると自分の心を粗末にしてるというかね、感情を大切にしてなかったりするんですね。なので全て外向きのエネルギー、外側の他人軸というかね、お相手様軸というかねになっている自分のエネルギーを自分に戻してください。内側に戻しましょうっていう、そう何かね辛いことがあった時とかね、悲しかった時もよくよく深呼吸してグランディングしてみる。そうすると自分が自分自身に愛されているという感覚を取り戻していけますというふうに伝えてきてくれています。そうこの恋愛はですね、本当に運命を感じた方も多かったと思うんですけれども、あなた様があなた様ファーストになるために全てが起こっています。あなた様が、ここからの人生を本当によりよく幸せに生きていくために、今ちょっとこの方と出会う前の自分でも大丈夫と思っていたかもしれないんですけども、まだ感情のブレがね、これからもあるんですけども大きすぎて一緒に入れなかったと。自分自身を信頼できていないことによって今の状況が起こってきたんですよというふうに伝えてきてくれています。必ずね成功していくので、とてもね素敵なお相手様だと思います。そしてお相手様もねこのグレーな部分っていうのは、あなた様がそういう自分ファーストで自分を見つめるようなねことをしていくと、お相手様もおのずとそのグレーが取り払われていくんですね、一緒にいることによって。そしてお互いが愛の状態になって、もともとこの方はすごく温かい方ですので、その愛の状態でねお互いに、自分は自分で自分を愛した上で溢れたところでねお互いの恋愛、その溢れた愛同士で、お互いの恋愛を進めていくっていうところがお二人にとってねすごく大事だったというふうに入ってきています。お二人はねとてもね過去世から結ばれておりますので、敏感にお相手様もあなた様に反応すると思います。ですので、今までは敏感に反応してあなた様の少し重めのね波動を受け取ってしまって今の状態になったかもしれないんですけれども、あなた様が、自分ファーストになって、すごく軽い波動になってお相手様と接するようになると、すごくね、お相手様も写し鏡のようにハッピーを運んできてくれますと。もうハッピーが運んできてくれるっていうのはもう出てますので、心配することなく自分の心をね整えるというかね、自分の心が、どれだけ楽に幸せに心地よく、なっていけるか。どちらかというと好きとかね喜びっていう風にところに目を当てて過ごしていただきたいなと思います。結構ねお水よく飲んで深呼吸してくださいという風なメッセージも来ています。ですので、時にはね忙しくてお仕事が忙しくて自分の気持ちにね感情にをよく聞いてあげれなかった時でも深呼吸して、お水を飲んであげて、自分をね満たしてあげている感覚を取り戻していってください。そのことによってあなた様は本当にここから幸せになっていかれますよということでございました。ぜひぜひね成功しますのでね、自分の幸せ、ここから来る幸せを祈ってじゃないですね、幸せ、ここから来る幸せを確信して、お過ごしいただきたいなと思いますね。私は愛されているです。あなた様は愛されているんです。とてもそれを忘れないでください。そして自分自身を自分で一番愛してください。なんか相手を愛することがね、愛していると思うことが素晴らしいように感じるかもしれないんですけれども、実は自分自身を一番愛してあげる、その先にあるお相手様とのパートナーシップということを、気にしていただければな、
感じていただければな。その方がうまくいくんです。うまくいく、その方が、幸せになっていかれるんですね。常に自分の心を大事にしてください。私本当にこれしたかったかな、これ好きかな、これやってみたいな、本当に自分の心だけに集中してみてはいかがかという、見てくださいという高次元からのメッセージですね。はい、ホワイトラビットさんを選んでくださった方のリーディング以上でございました。何か少しでもお役に立てれば嬉しいです。今日もね、皆さんにたくさんの愛と癒しの光が降り注いでおります。安心してご自身の、好き、喜びにフォーカスを当ててね、ここからの時間もお過ごしいただければなと思います。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。最後までお付き合いいただきありがとうございました。花でした。はい、それではグレーラビットさんを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。今日こちらのカードとても可愛いカードですね。はい、それでは何かハッピーな感じが子供さんから伝わってきますが、この出会いは運命ですかということでリーディングしていきます。それではまずいつものようにというか、あなた様の特徴大天使オラクルエンジェルカードで、大天使カードでございます。やっぱりお子さんが出るんですね。お子さんを望んでいる方もういらっしゃって、再婚とかね望んでいる方が多いのかなという感覚も入ってきますが、あなた様ね、とても熱心な方っていうメッセージが入ってきましたね。何事にもポジティブで、何事にも熱心に取り組む姿っていうのが入ってきますね。とても、頑張り屋さんですよね。すごく無意識かもしれないんですけれども、何事にもね手を抜けないというかね、頑張ってしまうというように入ってきます。結構鼻が高い方が多いのか、鼻に特徴があるように感じられます。あんまり容姿何ですかね、着飾るということがそんなにお好きではないように入ってきます。どちらかというと、シックなね装いでかっこいい感じの、感覚が降りてきますね。お顔のお手入れとかね結構されていて、持ち肌とかね肌が綺麗な方が多いのかなっていう感じも入ってきます。はい、すごく意志の強い方ですね。はい、次ではお相手様見ていきますね。こちらも2枚もらっていきます。こちらのお相手様は結構苦労がお好きというかね、険しい山を登りたがる、もっと楽をしてもいいんじゃないかとあなた様が思ってしまうほどにですね、ストイックに何かをしている、お心はねすごく温かくて平和的なんですけれども、その仕事に取り組む感じとかはね、時間を惜しまないというかね、頑張り屋さんな方が多いですね。ただすごくね動物とかお子さんとかに、優しいお方というかね、
皆さん優しいと思うんですけど、こうなんていうんですか、飛び抜けてこう慈愛な、そうなんかすごく愛を感じますね。うん、結構夕日を見て歩いたりとかする、その夕方から夜にかけてが強い方っていうかね、そんな感じがしますね。なんか日中あんまり強くないっていうか感じもありますね。はい、では、お二人が巡り合った理由ということで、こちらの先祖様からとか亡くなった方からもメッセージもらうディバインカード、はい、2枚もらいます。2人が出会った理由、あなた様自身をお相手様を通して知るために出会っていて、あなた様がその、頑張り屋さんでね、次々何かこう進んでいかれる男性性強めな感じが入ってきているんですけども、女性性がね、そう自分をもっと愛するというところ、例えばお相手様がすごく頑張り屋さんで仕事をしているのを見て、あなた様も頑張り屋さん、なんですけども、無意識下でお互いそういうのを持っているんですけども、お相手様を見てなんかそんなに頑張らなくてもっていうかね、そこまでしなくてもみたいな感じが結構入ってくるんですね。そうなんかそんなにお相手様を見てそんなに頑張りすぎなところを見て、何かそれは違うんじゃないかというかね、今この時代が変わってきて努力と忍耐とか頑張りすぎているその感じっていうのがなんか違うんじゃないかとあなた様は感じていく、感じてない方であれば感じていかれる、それを、お相手様を通してあなた様が、自分の心を大切にして、生きていく、その、がむしゃらにね目標を達成するような生き方ではなくて、自分が好きだったり喜びだったり居心地が良かったりするその感覚を持った状態でお仕事されたりとか生きていくっていうところをお相手様を通して見るために出会っているんだそうです。そうではじゃあちょっと深掘って2人の現状はじゃあ今どうなのかっていうのを見ていきますね。すごいですね。なんか自分を知る、そうなんですよね。でもね、恋愛って結構自分を知るためにもねしてるっていうかね、なんか本当に自分の心の声を聞けていない状態というかね入ってきますね。結構お相手様も自分もかな、あなた様もかな、なんか覚醒前っていうかね、自分の心の声を聞けていないことで、ここから始まる愛の物語を覚醒してないけれども一緒にいるけれども一緒にいらっしゃるんだけれどもうまくいってない方が
多いのかなっていう感じですね。こちらの方はこうギクシャクしてる感覚が入ってきます。それはなぜかというと、覚醒前っていう感じなんですよね。そうお相手を通してやはり自分を見て自分を愛するというところ、そのうまくいってないっていう、そのお相手となんでうまくいかないんだろうっていうところにフォーカスを当てすぎて、苦しくなってるんですね。でも、現実はそうかもしれないんですけど、実は、そういうふうに自分を追い詰めているのも自分の感情だけである、思考だけなんですね。そのあなた様のそのエゴの声、どちらかというとこうエゴの声っていうのは自分がね、心の奥で自分の幸せを願っているから発せられる言葉なんですけれども、なんとなくね自分がこう傷つく方向とか惨めになる方向とか罪悪感を抱えるような方向に誘導するのがエゴの声なんですよね。そのエゴの声に結構押しつぶされてこの関係が、なかなか良い方向に進んでいなかったという方、今こう幸せな状態がもう見えているというかね、水面下ではもう幸せに一緒にいらっしゃれる状態があるんだけれども、そのエゴの声にね押しつぶされている方も多いのかなという感じがしますね。そう覚醒前でこうすごく感情が揺さぶられている感じっていうのも入ってきていて、こう覚醒っていうのは自分がね本来の自分になるためにもがいている感じです。そこからパカーンってなんかこう自分らしくなる瞬間みたいなのを迎えるというふうに入ってきてますね。なんかこうエゴの声っていうこと自体がね、なんかエゴの声の正体っていうのもね、なんかこう誰からも愛されてないとかね、見捨てられた人みたいなこうマインドになってしまうので、どちらかというと本当にこういうごめんなさいみたいな膝を抱えたりとかね、こういうごめんなさいみたいないつもこう自信なさげになっちゃうっていうかね、ただそういうふうに思うのも癖なだけなんですよね。特にこう本当に自信がないのかって言ったらとてもね自分自身皆さんね唯一無二の存在で生まれてきて、どの状態でも本当は幸せであっていいですし、その見かけ容姿とか、持ってるものとか何も関係ないんですよね。ただ自分がなんとなくそう思っちゃってるっていうねところを今日こちら5次元伝えてきてくれてますね。ですのであなた様は生まれてきた時にねもうすでにねこの子供さんの時からね愛されてたんですよね。愛されて唯一無二の存在で地球に生まれてきました。そうただそのお母さんに愛されたかったよとか、ご両親に愛されたかったよとか認めてほしかったっていう思いとかがね結構強いのかなと思います。そういつも何かこう自分らしくない自分だなって感じてらっしゃる方も多いのかなっていうふうに思われまして、このカードからね。それ自体が、一個前のそのハイヤーセルフからのメッセージでもお伝えしたんですけども、本来の魂の望み、宇宙視点の自分、ハイヤーセルフ、宇宙視点のもう一人の自分と、肉体を持っている自分の心の感情が一致した時が気分良かったりね居心地いいと感じたりするんですけれども、その認められたい誰かに親とかが結構親っていう両親っていう風に入ってくるんですけど、特にお母さんに認められたいとかねっていう思いが強くっていらっしゃって、結構その母のこう声とか誰かの外側にある外向きの外側にいる方の
声を、ね、気にしすぎて自分らしく生きてこれなかった、そこから解放して、いくためにも今この状況全体的に起こってきているんですね。そう、自分のねそのエゴの声っていうのは本当に癖なので、自分がただ自分が悲しくなる方にねフォーカスしちゃって、だんだんこう思考、私ってなんでこうなんだろうって思ったのに今までの人生の感情がついてくる。そして活性化されてもっともっとエゴの声が大きくなっていく、そんな状態になってらっしゃるのかなって思うんですよね。そう、ただ本当それ癖で、ただただ自分がね幸せだなとか好きだな、これいいな、喜びだな自分のとかね、心地いいなって思うところにフォーカスを当てる練習をするっていう、意識をねハッピーな方に持っていく練習をするだけで、あなた様の人生ここから変わっていきますよというふうに伝えてきてくれています。なので本当に本当にいっぱいやりたいことがあって手を伸ばしているんだけれども、そのエゴの声でまたできなかったりとか、これって無駄だよねとかね、例えばやって何になるのとか聞こえちゃうんですよね。だけどやってみましょうっていうのも聞こえてきていて、何にでもねチャレンジしてみてくださいって、無駄なこと一つもないですからねっていうふうにね伝えてきてくれてるんですよね。じゃあちょっとあなた様とねお相手様のね初めて会った時に感じた感覚とか見ていこうかな。じゃあ初めて会った時にどんな風に感じたのか、こちらの方でね見ていきますね。2枚もらおうかな。今日も多いのでちょっと寄せますね。すごく話しやすかったんですね。なんかでもなんだシャイな方なんですかね、お互いにか。そうなんかシャイな感じで、すごくね愛情あったかい人だなと思ったそうです。そしてシャイな感じも伝わってきて、なんか思うようにお互い話ができなかったのかな。でもそれが良かったそうです。照れてる感じとかがすごく入ってくるんですけど、ただでも根底にある愛情が深い人だなっていう感覚がすごくあったので、そのシャイな感じっていうのも気にならないっていうかね、口下手な感じとかなんですかね、なんかシャイな感じがとっても入ってきて、シャイしか出てこなくなってますけど、そんな感じがありますね。出会った時それが逆にすごく感じよく伝わったそうです。じゃあ2人がね出会ったことでお相手様何が一番変わったのか見ていこうかな。何が変わりましたか。何が変わった？この人が一番変わったこと、これでいいかな？いいですか？はい。これじゃない。これでそうです。変わったこと。はい。じゃあ秘伝オラクルで2枚もらいます。かっこいいな。あなた様すごいですね。お相手様のそのセンスっていうか、なんでしょう、好みを結構変えてるみたいですね。なんか好きだったものを、さらに好きにさせたりとか、あなた様が好きなものがねお相手様好きになったりとか、
今までこんなのやらないよって思ってたことを試してみたりとかするようになったそうですね。なんか一緒にやっていきたいなって思い始めてから、こう、あなた様ね、結構好奇心旺盛なのかな。なんかこういろんなことされてるあなた様のことがすごくこう気になって、お相手様もね、いろいろやっていきたいなって思うようになって、それがすごく楽しいっていう風に入ってきますね。わお、いいですね。じゃあ、あなた様への欲求はどれで教えてくれます？欲求はじゃあこちらで。欲求これじゃない。どうした？今日欲求ムーンオラクルでいきます。喧嘩っていうかね、ちゃんと話し合える関係っていう風に伝わってきてますね。何かこうあってもすぐに手を取り合って元通りになれる関係っていうのを望んでいますね。欲求。なんか喧嘩が長引かないでほしいみたいな感じで入ってきます。じゃあ、あなたとね、したいこと、交際としたいこと、ゆっくり時間をね過ごしていきたいと。なんかご結婚されたいそうですね。そう、常にあなたといたい、ゆっくり朝コーヒーを飲んでいたいとか、こう好きな飲み物を飲んでいたいとか、そんな風に入ってきますね。交際したいとか、例えばご自分のお互いがね望む恋愛の形ってある、籍は入れないよとかもあるかもしれないんですけど、いろいろあると思うんですけども、どういう状況がいいのか、でもその望む形になりたいっていうふうに言ってますね。ご結婚望んでる方であれば、ご結婚したいみたいに結構強く、こちらのあなたといるだけで幸せ、あなたといたら幸せとかね、そういう感じでも入ってきますけども、結構ご結婚望んでいる感じが入ってきます。そっか、すごいね。じゃあ、あなた様と2人のねご関係が近づく行動と離してしまう行動を見ていきます。近づく行動。あなた様がねより無邪気になる、自分らしく無邪気になれることが2人を近づけますね。そう、あなた様があなた様の心の声に従って、ハートを大事にして、お相手様に対してこう素直にね無邪気にね、接するっていうことがお二人の関係を近づける行動だそうです。じゃあ、話してしまう行動2枚ください。結構こう話してしまう行動、結構こういうリーディング見てると、ツインレイさんが運命の人は一人ですとかね、ツインレイさんとかね、ソウルメイトの中でもツインレイさんがみたいなことをよくご覧になられてる方も多いのかなっていうふうに今入ってくるんですけども、そういうこ
何が何でもみたいなね気持ちとか、運命の人は一人でこの人でなければいけないみたいな感じとか、結婚とかもそうですね。こう望んでいるけれども迫るとこう男性女性こうマリッジブルーになるじゃないですけど、そういう感覚が入ってきてます。ですので、流れにねベストなタイミングで全てが動いている流れに任せようっていう感覚を持ってほしいそうですね。そうこの人は本当にツインレイなのかなとかね、この人はどういうこうつながりなのかなっていうのが結構スピリチュアル好きな方だったりすると気になってしまうかもしれないんですけれども、私が思うにですね、そのツインレイとか、その魂の学び合いって私は思っていて、自分が、先ほど言ったこう自分がより自分らしく生きていくために自分の魂と向き合わせてくれる相手と思っているんですね。でもちろん私もそういう風な方と出会っていて、かなりこうなんでしょう、学ばされているなっていう感覚は実際持ってます。そしてその方が本当にツインなのかどうかっていうのはこの先かなりこう何年もね経ってからじゃないとわからないかもしれないし、もしかしたらすぐわかるかもしれない、もしかしたらよく言う二節輪廻なのかもしれない。そういうのっていうのは感覚的にわかるんですけども、自分はこの人だって思ってしまうことよりも、この人でもいいし他にもいるよね、だって私自身こんなに幸せなんだから、それはみんなに愛されるよねとか、これからも愛される人に出会っていくよねっていう感覚の方が、大事ですよというふうに伝えてきてくれていて、私自身もそう思ってるんですね。私自身が私を幸せにできるというかね、幸せなので、どんな人と出会ってもそりゃ幸せになるよねと私自身思っています。今ももちろんねすごくハッピーにこのリーディングもさせていただいてますけれども、そういう感覚を持ってほしいみたいですね。この人でなければっていうことよりも、この人でなければって思ってそれが本当に居心地のいい感覚であれば、いいんですけれども、その魂の望みにね一致か不一致か、それで自分を縛ってしまっているんじゃないですかということですよね。そこをこう自分のその宇宙視点の自分と魂を持っている今ここに肉体がある自分の感情の一致している状態で、彼をそういうふうにこう絶対この人が運命の人だと自分を縛って見てるんじゃなくて、こうそれを考えた時に心地いいかってことですよね。絶対この人だって何が何でもって自分をこう苦しめてないですかっていうところを結構言ってきてくれてますね。自分の感覚なので、これは本当にそういう絶対運命の人だと思って絶対運命の人でハッピーって思ってるんであれば本当に素晴らしい関係だと思うし、そのまま進んでいってほしいと思いますし、そこからこの今の感情が現実化されるのでまた巡り合ってね一緒にいられるんだと思うし、今一緒にいらっしゃってもあまりこうしっくりきてないっていう方もご覧になってるようなので、そこをねちょっと気にしてみてはいかがかなっていうことでございますよね。じゃこの恋の行方ということでね、この恋の行方タロットで見ていこうか。行方をじゃあ見ていきますね。なんか今日もすごいことになっちゃってますけど、3枚2枚3枚出します。はい、3枚いきますね。そっかそっか。では読んでいきますね。結構これがね、縛っているっていうカードが逆できたんですけども、
ぱりこう身動きが取れない状況から今脱していくところも抜けた方もいらっしゃるのかな、逆できたから、これからね、の恋の行方、そうですね。結構このカードっていうのがね、人間としていろいろ体験したいっていうカードでもあるんですよね。ですので結構体験してきたのかなって思いますね。いろいろね、感情をこう整えたりとか。なのでこう今結構リーディングで出てきたその自分のね、囚われているんじゃない感情がね、どうしてもこうそういう、これもまた周りのね、外からの情報にとらわれているっていうことでもあって、そこからこう身動きが取れなかった自分がね、ここから取れていきますよというふうにね、いう意味でもあるのかなと思います。いろいろね、これ今起きていることもご自分が体験したくて結構体験していたりするので、そして自分が幸せにね、よりよく幸せになるために体験していることでもあるので、こちらのカードをね、ご結婚される方とかに出るので、ここからね、すごくさっきもね、ご結婚っていうふうに出てきてましたけれども、人生のパートナーとね、共に成長してね、成長して素晴らしい関係が築いていけますよということにも方に出てますね。なんか結構ね、苦しい状況だったっていうことでもあるんですよね、このカードってね。そしてまたこう今の状況がね、結構こちらの状況に当てはまらなかったというか、こうその何ですかね、今起きていることっていうのが、自分がこういう光のこう存在というか、このリーディングとかヒーラーさんだったりメッセンジャーさんだったりライトワーカーさんだったりとかにこちらのカードも出るので、このいろんな、魂の今学び揺さぶられるような出来事、今起きているこの、望まない現実と思っていることが、あなた様がそういうこう光のライトワーカーとして生きていくための望みたい体験したいことだったっていうふうにも出てきていて、それを乗り越えた上というか、乗り越えた、その自分がね、縛っていた鎖を取り離して外した先にご結婚とかやってきますよというふうに来ているんですね。ですからここからね、結構じゃあここからお相手様が動いてくるのかしらね。そう結構ご結婚とかその恋愛のその自分が望むね、願望の願望が叶っていくことがもうかなり出てきていて、じゃあお相手様動いてきてくれますかと。2個出てきて、そうね、これも結構あなた様が自分を信じられた時に、2人の関係が回復していきますよというふうに入ってきてますね。連絡、連絡という感じでいくと、じゃあ連絡いきますか。普通に12日後とかね、一緒にいる方もいるのでね、普通に連絡は取れるのかな。あんま取れてない感じでもないんですけど、ちょっとこうちょっとゆっくりめっていうかね、勢いがこう一旦収まってる感じというかね、実はうまくいってないわけでもないのかもしれないですね、この場合ね。ただご自分の心を見ている感じもありますね。この先に本当に結婚があって、より良いパートナーシップ
になるためにご覧になってるのかなっていう感じもありますね。そしたらですので、特にあなた様から動いていった方がいいですかとかもないんですけども、1枚引こうか。ね、ご自分の心の声に従ってください。全てはね、あなた様が幸せになるために起こっていることです。そして自分の感情が今現実化されて映し出されているんですね。ですので、私は彼に愛されていると思えば、愛されている状況が来るんですね。ご結婚をね望んでいたりとかすれば、本当にその状況に今なっていきますね。そう。じゃあそのご結婚とかね、いつされるのかっていう、結構結婚来るので、来年の3月か。そうだね、5月か3月のあたりにされるようですね。いいんじゃないですか。そう5月か3月、なんか5月の方が3月に結納とかね、ちょっとあれですね、本格的ですね。なんて言うんだろう、プロポーズ結婚とかね、あるかもしれないですね。ご結婚され望んでいるの関係、結婚じゃなければ同棲だったりとかもそうなんですが、望んでいる関係に落ち着く結果となると思います。はい、ということで、じゃあ宇宙から1枚もらって、宇宙さんから1枚もらってやっていこうかな。グレーラビットさん、ここからハッピーにとてもなっていくと思うので、ソウルミーティング、そうですね、こちらのカード、あなた様がねお辛い時とかにね、このリーディングとかを見るのとかも、その自分とつながった時に直感で見てらっしゃると思うので、その、助けというかね、こう気づきをもらいにというかね、そういう情報っていうのは、あなた様が助けを求めると全てこういうふうに現れて、ご覧になって、あ、そうかと思わせてくれるものが集まってくるというふうに、そんなメッセージなんですね、こちらのメッセージ。結構ね、自分を信じられた時に、あなた様が自分を信じられた時にお相手様も動いてくるっていうのが、結構みんな共同意識っていうかね、つながっているんですよね、やっぱりね。ですので、あなた様が、ご自分の心にこう本当に余裕が出てきたというか、自分を愛してね言っていた、自愛って言いますけども、その自分を愛していってるとですね、おのずとお相手様ってそのつながっていて波動を感じて連絡くれたりとかねしてくるので、あんまりお相手様にね集中しない方がこの恋愛うまくいきます。あなた様は、とことんあなた様のね心を解放してあなた様らしくなるっていうこと、例えばそのご両親とかね、周りの外側向きだった自分のエネルギーを自分に戻すだけで、戻していくような感覚を持つだけで、幸せになっていかれますよっていうことでございました。はい、ということで、グレイラビットさんのリーディングは以上でございます。ここから幸せになっていかれますよ。とってもいいカードがねいっぱい出ているので、安心してくださいませ。はい、ではでは、何かね少しでもお役に立てればなと思います。今日も皆さんにたくさんの愛と癒しの光が降り注いでおります。ここからの時間も安心してご自身の好きとか喜びにフォーカスを当ててお過ごしいただければなと思います。また次の動画でお会いできることも楽しみにしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。花でした。はい、それではブラウンラビットさんを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。この出会いは運命ですかということで、まずはあなた様の特徴を、大天使オラクルカードで2枚もらっていきます。おう
ても力強い方。そうね、頭の回転キレッキレですね。この方はキレッキレな感じが入ってきます。ユーモアのセンスに溢れている面白い方ですね。そうもうちょっと定年ボケさんもあるのかな。そう力強くてね、あなた様がいるだけで周りの空気がね、癒されたり力強くなったり和んだり、すごい力をお持ちだっていう風に入ってきますね。素敵。そうなんか本当にそう前世でもね、そういうリーダーさんみたいなのもすでに経験されていて、そういう力がもともとあるんですね。ですので、今もねそういうふうにまとめ役とかね、してらっしゃる方も多いのかなって思いますね。そうじゃなければね、これからしていくという方もいらっしゃるかもしれないです。いつの間にかリーダーだったみたいなねのが入ってきますね。はい、ではでは今回は結構あなた様はお口が綺麗な方っていうかね、ユーモアにめちゃめちゃ口に特徴がかなりあるというか、ユーモアセンスにあふれている感じが。じゃあお相手様ね、お相手様華やかな方って入ってきましたけどね。華やかな方、色気がある方。そうですね、結構お優しくてね、お相手様が何を欲してるか結構気づいてくれる方ですね。リーダーシップもあって結構後ろに何人かいるっていうかね、社長さんとかそういうリーダーさんとか引き連れてる感じっていうかね、一緒にいる感じが入ってきますね。そうね、結構なので周りの方への気遣いもね結構素晴らしいのかなっていうふうには感じ取れます。優しいオーラのお持ちの方が多いので、そう慕われてますね、すごく皆さんにね慕われている方が多いのかなと思います。はい、ではあの方とあなた様が巡り合った理由をまずこちらの亡くなった方とかね、ご先祖様からメッセージもらうかとか、これは先ほども出てきたな、2枚すごいな。皆さん結構魂の学びが激しいな。結構地球を楽しみにっていうのが大きくて、ソウルメイトやはり過去世からね、のおつながりがある方でして、地球を楽しみにっていうのが結構入ってきているので、そのご自分がね望んでないいや悲しいな嫌だなっていう思いの出来事っていうのも実は結構自分がね今世でその学びたい部分ではあったっていう風なね感じがありますね。これ2枚どこかのホワイトさんかなグレーさんかな、結構似てるのでもしよかったら見るのもいいかな。なんか結構地球をかなり楽しみたいっていう思いが強いみたいですね。ですのでお二人でいることによってこの地球を楽しむというところっていうのが最大限に地球を楽しむために出会っているんですね。もし多分苦しい関係とかであってもそうなのかなっていうふうに入ってきますね。じゃあ現状を見ていきますね。現状3枚もらっていきます。サイキックオラクルカードです。それこそ本当に地球をね
学ぶために手を取り合って地球での学びを結構こちらの方々はもう今一緒にいられて、自分の直感を大事にして、覚醒していくところにいるですね。結構直感でね、もう出会ってこの人だって思いながら見ている感じですね。ですので、こちらの方々は本当に地球を楽しむためにね、生まれてきた過去世からのつながりのある方っていう感じですね。はい、ということで、では、あの人がね初めて会った時にあなたに感じた気持ちということで見ていきますね。はい、こちらを2枚スフィーオラクルカードで2枚もらいます。これまた面白い。そう、なんかどんな迷路であってさえも楽しむみたいなこととか、どんな時間であっても楽しむみたいな、楽しめるという、どんなことがあってもあなた様だ、あなたさ、あなあれ言えてない、あなたたそあなあなたあれあなたとあなた様とであれば、どんなことであっても乗り越えられる、そんな気がしていたということですね。出会った時ね。そうそう、なんか、一緒にいたらめっちゃ楽しそうだなっていうね感じがすごい伝わってきますね。なんで逆できたんだろうね。これ逆できたのはなぜ？ちょっと聞いてみよう。ロマンスで。旅行とかも含めてね楽しみたいんだけれども、ご結婚のとかね、そういうこうお付き合いを最初からできる人を望んでいたので、なんかそれが直感的にというか、こう結構そういうこうご結婚とか年齢的にそろそろみたいなのとかがもうあったので、その楽しむということよりもそっちに重点がいってたみたいですね、お相手様はね。なんかこの人といて楽しいけれど結婚までいけるのかなみたいな、大きく言うとそんな感じですかね。自分はその迷路とかそのね時間、この人といったら時間、どんなに時間楽しいだ、この人といったら素晴らしく楽しい時間過ごせるだろうなとか、どんな迷路にはまっても、一緒に楽しめるだろうなとか、どんな人生が来ても乗り越えられるだろうなと思っていたけれども、それが、最終的に結婚までいける関係になるのかどうかっていうのを一番最初に感じたようですね。はい。じゃあ彼女がね一番あなた様と出会って変わったことっていうのを、こちらの秘伝オラクルカードで2枚もらいます。なんか季節を楽しむのが変わったってきましたけどもね、季節を
まあ、お相手様が海外の方とかでね、あんまり季節感ない方もいらっしゃったのかな。どうなんだろう。なんか季節を楽しむことをするようになったとか、現地を楽しむとか、現場を楽しむとか、今ここを楽しむも含めてですね。あとそうなんかすごくがむしゃらに頑張るよりもこう少し流れに身を任せるというように変わったそうです。いいですね。そういうのいいですよね。流れに身を任せる。そうなんか頑張りすぎちゃうところから離れた感じのその余裕ある感じになったそうですね。じゃああなた様への欲求、欲求。じゃあちょっとタロットで見ていこうかな。そう。タロットで3枚ください。これ。あなた様。じゃあ読んでいきますね。あなた様の欲求。なんか一番最初これ入ってきたな。なんか一緒に違う世界に行くとかね、感じが入ってきますね。暗闇、こう険しい道をもう抜けていきたいみたいな。だからあなた様といって少しね、緩やかな人生を目指しているのか。欲求、あなた様とのへの欲求。考えすぎる自分とかね、思考でしか動いてない方だった自分から、違う道へ、新たな世界へ飛び出していくための、あなたといたらそれができるんじゃないかと思うような、ちょっと待ってくださいね。自分自身が、ここから、溢れる豊かさとかね、余裕とか安心とか、自分が、変わってきた中で自分はそうであるので、あなた様にも、その新しい道、そう考えすぎるとことかね、思考だけで動いているところを少し、そこを手放してほしいんだそうです。そういう風に入ってきてるのか。そうですね。もっと自分の感情を大事にしてということですよね。結構こうあなた様自身こうあんまりこうどなたかの自分でもうすでにパワーがあってね、素晴らしい方なので、人の話を聞く前に自分っていうのが結構あったのかな。それはそう感情を大事にしているというのもそうなんですけど、でも外側のから見えた自分も大事にしたマインドの中での、人の話はあんまりこう自分が素晴らしいので、それはそれで素晴らしいんですけど、もうちょっと聞いてもいいかなっていうところがあるってことなんですかね。そしてその新しい道をね、今まではお相手様も同じ状況というかね、険しいところにいたというか、
余裕のない方だったけれども、自分はこれから余裕を持ってねやっていきたいと思ってるし、あなたといたことによって自分は変われたので、変わっていきたいと思ってるし、変わってきているんだよと。だから同じ安心とかね、そう安全な安心、安定した関係を築いていくには、その思考よりも自分のその心に従った状況、感情を前面に出した、状態でお二人で進んでいきたいとお相手様はあなたに望んでいますっていうことでございますね。じゃああなた様としたいこと、はい、こちらのラブクレイジーオラクルカード2枚もらいます。なんか今まであんまりコミュニケーションがねそんなに多くなかったかもしれないというか、連絡が途絶えたりしたこともあるのかな。とにかくあなたを愛していくそうです。そう連絡もまめにしたいと思っているそうです。寂しい孤独な思いはさせたくないそうです。と変わっていくと、変わっていく、今もそうなんですかね。いやなんか変わっていく感じが入ってますけども、そうお相手様は結構ね変わられてますね。そういろんなことをあなた様と共有していきたい、楽しみたいっていう思いが入ってきています。じゃあ、お二人の関係がね近づく行動と離してしまう行動を、ロマンスエンジェルカードでまず2枚ずつもらっていきます。近づく行動、とにかくスキンシップですね。ハグして、そうスキンシップ、皆さんに言えることなんですけども、こちらの方々は、スキンシップ自体がエネルギー交換に特に強くなっているので、触れるっていうことがかなり大事なお二人ですね。いっぱい触れてください。いっぱい触ってあげて、マッサージしてあげるでもいいですし、そう触れるっていうことが近づく行動ですね。じゃあ離してしまう行動、話してしまう行動は、ご自分が私の友達はこうだよとか、友達はこうしてもらってるのに自分はしてもらえてないみたいな、このないにフォーカスなんですけど、これも、お相手様はねお相手様なりに一生懸命というかね最善の方法であなた様に尽くしているので、誰か友達とか周りの人とね比較しないで、その人本人のその愛の部分を見てあげるっていう行動をしないと、比べちゃうと離れていってしまいますよっていうことですね。じゃあこの恋の行方、何解いてみます？はい、この恋の行方をじゃあローズオラクルさんで2枚見ますね。もう1枚ください。再婚とかねの方が結構ご覧になってるのかな。なんか2回目に咲かせる花っていうかね、結構、ハネムーンも出てますけれども、1度目のねご結婚とかされていてもそれは本当に経験でしかないので、また、ご結婚されたりとか自分が花開くことを恐れないでくださいっていうふうに来てますね。本当にご自分とつながってくださいと、瞑想したりもそうなんですけれども、自分のね魂の望みを、自分の心のその奥の望みを
最大限に聞いてあげてくださいと。そのことによってお二人の恋は、最高のものとなりますってきましたね。お相手様ね、とてもあなた様を愛していらっしゃるので、とてもスキンシップを、今一緒にいられる方が多いのかなとも思いますし、もし離れている方であってもね、すごく肌を恋しがってるというかね、なのでちょっと離れてる方もいるのかなっていう感じもあるんですけど、そう直感に従って、そうですね。なんかここからね、その離れてる方もいたのかな。なんかこう険しい山を2人で新たな道に行く感じがあるのでね、こうセカンドシーズンに入ったみたいな、第1章終わって今2章目でね、次の章が結末みたいなところにいるのかなっていうね、老後も楽しく2人で過ごすみたいなのが最終章ずっと続くとすれば、今2章でこうね、結末の前の段階に1章のその魂の学び合いっていうかね、揺さぶられる経験が終わったところにいらっしゃるのかな。そう、このカードもですね、今日の選択肢のカード、美しく、あなた様は自分の心をね、すごく愛していくことで自分が美しくすごく花開いていきます。年齢はね、年とともにこう肌とか肌ツヤがこうもちろん老化していくかもしれないんですけれども、実は心も体も、魂、細胞は若返っていってますよみたいな感じですね。こちらのカード今日伝えてきてくれる。ですので自分にね、たくさんの花を咲かせていく、その2回目の花っていうかね、セカンドシーズン楽しんでいきましょうっていうメッセージですね。こちらのお相手様とね、セカンドシーズンとても楽しんでいけると思う、セカンドシーズンって言っちゃってますけど、楽しんでいけると思いますので、お相手様もかなり変わってね、あなた様を大事にするのもそうですし、今ここを生きてどれだけ楽しく生きていけるかというかね、人生を見直した方も多いので、すごくなんか、2人ともね、素敵なパートナーシップを築くために、それこそ本当にこれです。地球をね、すごく楽しむために来ているので、楽しまれていくというふうに来てますね。素晴らしいパートナーシップがここから待っていますので、もしね、じゃあどのくらいで動いていくのかね。なんか、一緒に いられてない方は3つく月3そうだね、3週間後、3ヶ月後、3日後とか、3日後も一緒にいる方、結婚はいつするの？なんか1月にちょっと話し合いみたいなのがあるのかな。13つく日とか1つく日とか、8月に結構こう細かいお話し合いがあるようですね。8と3が結構キーワードなので、意識してみていただければな、意識してもちょっと気にかけてみてください。はい、ということで、素敵なパートナーシップをね、ここからセカンドシーズン第2章に入ったみたいですけれども、ここからね、楽しく、地球のを楽しんでいくっていう風にね、一緒にご旅行されたりとかもされると思います。はい。とってもね、お相手様もね、かなりあなた様と言って変わられたのかなっていう感じもありますので、今見えている現実っていうのはね、今までの感情が、思考感情が、現実化されたものですので、ここからはあなた様が、ここから私はセカンドシーズン花開いていくぞと思えば、本当にそういうようになっていきます。幸せな現実っていうのはもう見えていますのでね、待っています。
最後にじゃあ宇宙さんからもらって、ダルルン。あなた自体が今言ったのと一緒なんですけども、あなた自体が望んだそのことっていうのは全部叶っていく、もう叶って待っているっていうカードです。ですので、ね、美しいカードが結構出ていて、そうここからねまた春、今春ですけど、春来ますけど、本当の春っていうかね、桜も咲いて、その季節、3月中に動く人もいると思いますし、8月に結婚決める方もいるのかなと思います。はい、ここからますます幸せになっていくっていうのが見えているリーディングですごい楽しかったです。なんかここから幸せに、ね、なんかなっていくんです、なって いけるその感じを自分でね楽しんでいただきたいなと思いますね。やっぱり私だもん、幸せになるよねそれはっていうね、過去世からねつながっているので、もちろん幸せになるために出会っています。あなた様に起きている全てのことがね、あなた様が幸せになるために起きていますということでございました。なんかすごい汚くてごめんなさい。どうしたらいいか分からなくなっちゃいました。はい、ということで、あまりに汚くて本当に申し訳ございません。今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。何か少しでもお役に立てればと思います。ここからの時間も安心してご自身の好きと喜びにフォーカスを当ててお過ごしいただければなと思います。皆さんに今日もたくさんの愛と癒しの光が降り注いでおります。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。ありがとうございました。花でした。